シアストーク。皆さんこんにちは。最近ちょっと動画を更新できてなくてごめんなさい。ちょっと近況を兼ねてお話をしたいと思います。最近引っ越しをしました。4月に帰国予定なんですけど、一旦日本に帰ろうと思ってるんですけど、それまでたったの2ヶ月住む場所を探すっていうのでかなり苦戦してたんですけど、とあるハンガリー人カップルが自分のところのアパートの一室をベッドルームを貸してくれるっていうことで、2ヶ月間こちらでお世話になることになりました。ただ、リビングルームとかはね、もう彼らが住んでいる空間なので、なんか普通に部屋を借りるっていうよりもホームステイみたいな感覚がちょっとあって、たまに一緒に食事を食べたりとか、今日はハンガリーのパラチンタを作ったやつをいただきました。何気にパラチンタ全然食べたことなくて今まで。そもそもあんまり甘党じゃないっていうのもあるんだけど、ハンガリーでね、ハンガリーの、伝統的なパンケーキって言ったら、日本でいうクレープみたいなパラチンタっていうお菓子なんですけど、初めて食べました。ホームメイドのものを。もう完全にもちもち系のクレープみたいな感じで、そこに、いろんなホームメイドのジャムを塗って食べるみたいな。美味しかったです。シンプルだけど、もっちりした生地と、甘酸っぱいジャムが最高でした。そんな感じ。そんな感じってどんな感じ？全然動画を編集していないんですよね。ちょっと撮ってあるのもあるんですけど、なんか引っ越ししますみたいな動画も別で撮ってたんですけど、なんかでも最近もうね、なんか忙しいっていうのもあるんですけど、ちょっとモチベがめちゃくちゃに下がってますね。多分一つか二つ理由があるとするとしたら、あのこの間ヴィンチェと市場にボスニャックテリピアツっていう前に牛タンを買いに行った動画で登場してた市場にまた行ってきたんですね。で、なんか市場のちょっと変わっている食べ物、日本ではなかなかお目にかかれない野菜とかお肉とかをちょっといろいろ試してみましょうっていうような感じで撮り始めたんですけど、そこで撮影してたらおばさんにね、多分ハンガリー人の方だと思うんだけど、おばさんが来て、多分普通のお客さん、別にお店の人とかじゃなくて、カメラを止めなさいって言われたんですね。こんなところで撮影してダメよみたいな感じで言われて、ちょっとびっくりしたかな。いや、そうなんだよね。結構どこでも、多分私が日本で撮影してても多分どっかで言われるとは思うんだけど、こっち来てずっと自分で一人でカメラ回してて初めて言われた。で、お店とかで例えばなんか作ってるところとか、お店の感じとか撮影してもいいですかっていうのは聞いてたんですけど、まさか市場みたいなところで言われるって思ってなくて、ちょっとびっくりしました。で、私もそれでびっくりして、ごめんなさいみたいな感じですぐ止めちゃって、でその時ビンチャも一緒にいたんだけど、ビンチャはあんなね、なんかいきなり指図口調で言ってくるような、あんな失礼なおばさんに言うこと聞く必要ないからみたいな撮り続けなよみたいな言われたんだけど、もうなんか撮る元気がなくなっちゃって、なんかすごい、なんか結構、特にローカルなエリアに行くと、すごくアジア人って少ないから目立つんですよね。で、特にカメラとかを、私の小型なカメラなんで、
割と分かりにくいと思うんです、携帯と比べたら。だけど、ああいうところでカメラを回して歩いている外国人っていうのを嫌だなって思う人もいるんだなって思って、ちょっと、ちょっとショックだったんですよねそういうことがあって、ちょっとモチベ下がり気味です。それでもね、登録してくださる方、ぼちぼち昔の動画きっかけでいらっしゃるんで、頑張って、もっともっと面白いものが撮れるように頑張ろうと思ってはいるんですけど、明日ちょうど、他の町に出かける予定なので、ちょっとその辺、紹介できたらいいかなって考えてます。私はちょっと、仕事が割と最近忙しくてバタバタしてるのと、引っ越しやらなんやらあったので、ちょっとまだ落ち着かない感じがしますが、新しいところも居心地がいいし、本当にいい人たちに恵まれてるなって思います。私本当に、こう、運がいいんですよね。このお家も、本当に Facebook で、ハンガリー語で部屋探ししてる人たち用の掲示板、部屋を貸したい人と部屋探ししてる人たちがやり取りする掲示板があって、で、もともとは英語の掲示板を使ってたんですけど、英語の掲示板って基本的に外国人向けだったり留学生向けのものが多いからちょっと値段が高いんですよね。で、条件も結構厳しかったりして、ちょっとこれ見つかんないかもなって。ましてや私2ヶ月しかここ住まないのに、ちょっと無理かもみたいな、契約できないかもどこもみたいな、どうしよう路頭に迷っちゃうみたいな。最初のね、動画で、一番私の最初の動画で私、ホステルにめっちゃ1泊2000円とかのホステルに泊まってたと思うんですけど、あそこに戻んなきゃいけないかなみたいな恐怖だったんですけど、ヴィンツェが、ハンガリー語のそういう部屋探しの掲示板があるから、そこね、投稿してみたらって言ってくれて、で、ハンガリー語で、自分の、言葉で、ハンガリー語のね、なんとかそうやって文章を作れるぐらいになりました。全然まだ喋れないんですけど、耳が全然ダメで慣れなくって、全然聞き取れない時とか、しょっちゅうなんですけど、落ち着いて、言葉にしていくことは、ちょっとずつできるようになってきたんで、自分の言葉で、Google 翻訳は使わないで、わからない単語は祖母にいたヴィンゼに聞いて投稿したんですよ。部屋探してますと。たった2ヶ月なんですけど、これくらいの予算で、いつからいつまで住みたいですと。で、日本人です。何歳です。どうでしょうかっていう感じで投げたら、思いのほか反響があって、で、もうすぐに連絡をくれたのが、ここのお家の、お二人で、もうすぐに、内見見させてもらうことになって、で、来たそばでもうめっちゃいい人たちだと思ってもうそこをその場で即決しました。はい。前のところはね、かなり広いところだったんだけど、それでもね、やっぱ家賃がすごく高かったんですよね。私も何にも知らないで、そこに、もうこんなもんかな、ブダペスト首都だしな、みたいな感じで部屋住み始めて、結果的に、海外移住初心者の私にしてみたら、すごく条件が良くて、トラブルもすごい少なくて、結果的には良かったんですけど、値上がりも途中でしたりして、で、それと同時進行で円安も進んで、同じ額の家賃のはずなのに、私だけ多く払ってる感じがしてきちゃって、ちょっと、あと2ヶ月でもね、ちょっと節約できたらいいな、みたいな感じの予算感で、しかもたった2ヶ月でっていうの、かなり難しい条件だったんですけど、すごくいい縁に恵まれました。本当にね、よくしてくださって、特に日本人と縁があるとかそういうわけじゃないんだけど、私の明らかにこう幼稚なって言ったら、拙い文章を見て、
いいなって思ってくれたらしいです。だからあんまり怖がらずにこうやって外国人としてハンガリー語を使っていくっていうことも怖がらずにしていくっていうことでこういうことにつながるんだなと思って、よかったと思って、勧めてくれたビンチャにも感謝だし、ここのオーナーの2人にも感謝でいっぱいです。はい。でね、その投稿の時ちょっと事件があったんですよ。インスタのストーリーでもちょっと話したんですけど、私がね、その Facebook に、部屋探ししてますみたいな投稿をしたら、ハンガリー人のおばさんがね、どうやら部屋を持ってるオーナーさんらしいんですけど、コメントで、辞書を片手に私のメッセージ見なさいみたいなコメントをハンガリー語でしてきたんですね。で、私はそれ見ても意味がわかんないのよ。辞書っていう単語も知らないし、なんだろうみたいな。DM 見てって言ってるんだなっていうのは分かったけど。で、なんかそれを横にいたヴィンチェに、なんかもうコメントついたみたいな見せたら、何この失礼なおばさんみたいな。みたいな。なんか、こんな言い方する人やばいよみたいな。なんかかなり差別的っていうか、なんかそういうなんていうのな、外国人に対して、敬意のない言い方をしてるっていうので、ビンちゃん怒ってたんですよね。そうなんだと思って。思ってたら、もうそのおばさんのコメントに対して、もうどっかどっかコメント、反論コメントみたいな、アンチコメみたいなのがつきまくって、ハンガリーの人たちからね、なんかじゃああなたは何カ国喋れるんですかみたいな。もう煽りまくり米がめっちゃついて、ね、挙句の果てにもう何十件とかのコメントが、私のただの部屋探し掲示板での部屋探しの、投稿に、もうすごいコメントがついて、で、なんか、中には、日本人のね、彼女が、英語を学べば、英語が喋れさえすれば、この国では、どうやったって生活できるんだと。で、そんな中で、ハンガリー語っていうね、ハンガリー国内でしか使えない、とても難易度の高い言語を、こうして学ぼうとしている、彼女に対して、この言い方は何かと。こういう人間がいるから、なんか、こういうハンガリー人がいるから、ハンガリーは、なんていうの発展しないぐらいのことをね、めっちゃみんな怒ってて、なんか私の代わりに怒ってくださってありがとうございますみたいな。私は何のこっちゃわからんみたいな。その部別的な表現っていうのがどのぐらいのものなのかっていうのが私にはわからないから、すごく、驚いたのとともに、それのおかげでね、私の投稿の注目度も上がって、こういうご縁に恵まれたのかなと、そのおばさんにも感謝しております。なんかもう後半笑ってたけどね、私もビッチも何が起こってるのみたいな、大炎上してるけど、みたいな。まさかまさかのことがありました。はい。もうね、なんか、あと最近驚いたのは、ここね、引っ越してきてすごいいいレストランを見つけたんですよ。レストランっていうかもう食堂みたいな、めっちゃカジュアルなビュッフェスタイルのハンガリー料理屋さんで、ヨーロッパのハンガリーの、一般的な食事をだいたい2500フォリント以下で提供してて、特にマイメニューっていう日替わり定食があって、それは800円台とかで食べれるんですね。で、結構お得だから私からしたら、だからこれはいいなと思ってたまにランチとかで食べに行くんですけど、夜はやってないところなんで。で、なんかね、マイメニューを Facebook でそこのお店が投稿してるんですよ。今日のマイメニューこちらですみたいな。で、ハンガリー語で黒板に書いてあるやつを写真で撮ってるだけなんだけど、私ちょっと食べ物に関してはね、やっぱすごい食いしん坊なんで、食べ物に関しては結構わかるんですよ。じゃあ例えば牛肉のスープだなとかゾルトシェイグってから野菜が入ってるスープなんだなとか、あと
なんか最後にリッジェルとかついてると、あ、ご飯とお肉なのかなとか、なんかそういう風にこう全部の単語が分かんなくてもなんとなく、あ、今日のメニューこんな感じかって分かったんだけど、なんかなんとかテスタって名前忘れちゃったんだけど、その日の昨日かな、昨日見てたら画像をね、今日のマイメニューを知らなくて、そのメニューので、なんだろうと思って調べたんですよ、ハンガリー語で。そしたらね、私噂に聞いたことはあったんだけど、ジャムがかかってるパスタがメインだったんですよ。ジャムパスタ、やめたと思って、今日は行かないと思って、明日にしようと思って、昨日行かなかったんだけど、その話をビンツにしたら、美味しいよ、みたいな。美味しい食べ物だよって、なんでそんななんか拒否するんだみたいな言われて、私基本何でも受け入れ体制バッチリなんですよ。新しい食べ物とか。だけど、ちょっと、ジャムパスタないかな。なんかね、ジャムだけじゃなくて、トゥロシュトゥロカッテージチーズ、甘いカッテージチーズとかも入ってるんじゃないかなって私は思うんだけど、見た目的に。なんかね、フェットチーネみたいな太麺に、私が画像調べた感じでは、なんかトゥロがこう合わさってて、多分砂糖もまぶされてるんじゃないかな。で、そこにジャムがドカって乗ってるみたいな。一瞬ミートソースにも見えるんだけど、遠目で薄めで見たら。いやー、ちょっとお金出して食べるのはいいかな。いや、想像してるより美味しいってビンジは言うのね。でも私なんかすごい一食一食をすごく大切にしてるんですよ。だからランチでジャムのかかったパスタ食べたくないんだよね、お金払って。だからタダだったら食べたいって言ったんだけど、でカロリーも高いじゃん絶対。で太りたくこれで太りたくないみたいな、ジャムのパスタで太りたくないっていうのと、ジャムのパスタにお金を出したくないっていうのがあって、結局行かなかったんだけど、ちょっとどっかでチャレンジするべきかな。なんかハンガリーでは定番の学校給食スクールランチメニューらしいです。よかった日本の給食で。でなんかミンツ曰く、スクールランチのそういうジャムパスタみたいなのまずいらしいんですけど、まずいんだって。なんか普通の本当のやつは美味しいらしいんだけど、なんかそれとポピーシードのパスタがあって、それがもうめっちゃまずいらしい。ポピーシードの、甘いポピーシードのパスタ、それにたまにジャムがかかってるらしいんですけど、なんか私おはぎとかも好きじゃないんですよ。なんかそれの感覚と近いのかなって思って。おはぎは美味しいですけど、美味しいの知ってるけど、でもね、なんかなんつうの、バイブスが似てて、バイブス。なんかね、おはぎって食べるときわかんなくないですか？なんか、おはぎをもちろん一食としてカウントしちゃう人もいると思うけど、おやつにしては重いし、だっておにぎりみたいな大きさにあんこがくるまれてて、なんか食べるタイミングわかんないものあんま好きじゃないんですよね。フレンチトーストも朝ごはんだったらめっちゃ嬉しいんだけど、昼と夜は絶対食べたくないんですよ、私。朝とブランチブランチもちょっとギリな感じ。なんで、なんかちょっと今回のジャムパスタ。多分ちょっと一回、ビンチが今度作ってくれるっていうんで、それで一回試してみたいと思います。もしかしたら目覚めるかもしれない。食わず嫌いは一番いけないんだけどね。ただ味が想像できる分、もしかしたらこうトゥーロとジャムとパスタのフュージョンがあって、本当はめっちゃ美味しいのかもしれないので、ちょっとね、どっかで試してみたいと思います。はい、でもお金払いたくない。しつこいわ。はい、そうですね。ちょっと最近ちょっと笑った話はそんなところ。あとなんかこの間もう一つ笑った話が、ヴィンセンのハンガリー人の友達がね、前にもちろん私がいないところ、かなり前の話かもしれないんだけど、アジア人って西洋人に比べて顔が似てるよねって話してたらしくて、それもなんか顔が絶対あの人たちの方が
似通ってる顔の作りをしてると思うってみんな友達が言ってたんだって。でも絶対同じようなこと言ってる人日本人にもいるなと思って、逆の話。例えばヨーロッパ人は顔が似てるとか、あとアフリカ人は顔がみんな同じだとかってそれの逆の現象もあるんだなっていう、やっぱお互いをお互い知ることって大事だなっていう、その集団にいたらね全然そんな風に多分思わなくなるんですけど、まあなんか面白いなと思いました。世界広いし人種もいろいろですから、はい、みんな同じようなこと考えてるんだなと思いました。私は思ってないですよ。なんか特定の人種の人が顔似てるとか。でもなんかそういうこと言ってる人多分日本にいるなとか、特にうちのおじいちゃんとかおばあちゃんとかそんなこと言ってたなみたいな思って笑っちゃいました。はい大した話じゃなくてごめんなさい。なんかね、もうちょっといろいろね、ハンガリーの面白情報みたいな、お役立ち情報みたいなのを本当はシェアしたかったんですけど、現状思い浮かばないので、今度ちょっと気づいた時にメモしてるやつをね、まとめておしゃべり会みたいなの作りたいと思います。あとちょっと今動画のモチベめっちゃ下がってるんで、なんかリクエスト動画あったらください。チャレンジしたいと思いますので、お金がかからないことだったらやってみたいと思いますはいね、フォアグラ食べてくださいとかね、ちょっと奮発してもいいですよそういうリクエストは、リクエストっていう言い訳になるから、もしよかったらコメントでこんな動画が見たいですとか、こんなとこ行けますかとかね、なんかなんかこんなんが見たいっていうのをリクエストしてくれたら、ちょっともしかしたらそれいいアイディアになって私のモチベも復活するかもしれない他力本願はい、これから頑張って更新していきますのでよろしくお願いします。はい、以上です。今日はね、これから友達と友達の家に遊びに行くんですけど、またコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。あとグッドボタンお願いします。それではまたシェアストーク。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。走って行け Train Train どこまでも Train Train 走って